こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。さて今日は皆様に水石というジャンルをご紹介したいと思います。多くの方々から水石って何とか水石ってどういうものなのというご質問をいただくことがあります。長く水石協会などの文化活動にもお手伝いをしてきましたけれど、一言で言うというのはとても難しいものです。もちろんご覧の通り、ここにいろいろな石が今並んでいますが、全部水石です。ジャンルも広く、産地も広く、どのように説明すればいいか、あまりにも長くなるので、まずは難しくないようにお伝えしたいと思います。今日は水石の一つのジャンルって言いますか、形、そういうものを順々にご説明したいと思います。水石とはもともとは日本の山川、そして海のそば、さまざまなところから取られる自然に産出するものです。人の手によって見立て、そしてそれをめでて楽しむ中に生まれたものですが、ご覧ください。この日本水石協会が編纂した主なる産地というものだけでも130近くのものがあります。もちろん展示会などでこれ以外のものも徐々に発見されて、おそらくは無限大に言えるほどの水石が日本のこの国土の中にはあると思います。さて、奥行きの深い水石の各ジャンル、形ですが、まずご紹介するものがあります。水石は昔から先輩たちが山に始まり山に終わるということわざを残しています。それほどに日本人にとって遠くに仰ぐ山、富士山に代表されるような神々しい峰々、山々は信仰の対象でもあり、自然を信仰の対象にした日本人の象徴とも言えたのかもしれません。ご覧ください。ここにある石は盆石という時代の石です。江戸時代、柴山中納言の持ち物だったものです。箱垣は最近大徳寺で改めてしていただいたもので、雲湧山、まさに雲が湧き立つ山と見立てていますが、二重箱が今度三重箱になりましたけど、このように盆石という保存で残されています。ほとんどの江戸時代の盆石はこのようなしつらえで残されていますが、当時はこのように茶席や座敷飾りに使うものを山々を見立てたものが多く残っていました。そしてこの雲湧山と同じように盆石として、この図録で見られるような石も数多く日本には残されています。ご紹介するこの石は、関白として最後の職に就いたと言われる近衛忠広公の持ち物の石です。これは東京都美術館に日本の水石展という展示に飾られたもので、日本水石協会のご協力でこの資料を提供しています。合わせましてもう一つ、ここにまるでおぼろなる山に霞がかかり、そこにぼーっと月が映るような姿、まさに茶人が好むようなこの石は、大名であり茶人でもあった江戸初期の小堀遠州公の持ち物、近江富士です。とても水石界では有名な石ですが、3石に共通するのは、みんな大体同じ大きさで、座敷などに飾れる大きさであることです。これが江戸時代の盆石の時代の水石の代表的な姿と言えるでしょう。そして現代の山形と言われる中にはさまざまなものがあります。山形と一言で言っても、遠くに仰ぐ山、厳しくそそり立つ山、さまざまなものがありますが、今目の前でご覧いただいている闇添石、この石は茨城日立から上の闇添川の方で
取れる闇ぞ山ですね、取れる石ですが、ご覧ください。そそり立つ憲法が幾重にも重なっています。小さき中にですが雄大な険しさの満天という景色があります。このような石を総称して憲法石と言います。またこういうものとは違って二山で掲載されているそそり立つような山、これもやはり憲法石の一つとなります。そして最後に穏やかな山、つまり私たち日本人が一番馴染み深いという遠山石というものがございます。これは瀬田川の石ですが、石肌が滑らかでどこかのどかでおぼろなる山姿、山影が見えるような石です。伸びやかなマグロの鴨川がまさに連山連峰の雄大さを表す、これも山形の一つになります。山と一言で言ってもどれほど幅の広いものか、水石の山形石の幅の広さを伝えているように思います。はい、さて山形石のご紹介の最後を飾るのはこの古谷石です。古谷石というのは土柱石といいまして、河原で採れるものではなく山の中から採られます。和歌山県昔の紀州ですね、徳川家の乙女石として門外不出と言われた産地です。このように一つの大きな大山を表す石、こういうものが昔の文人墨客に好まれました。まるで文人画の中に出てくる山々を見ているようでもあります。題材石というジャンルにおいてはこの古谷石というのは今から500年も前から現代に続くまで愛され続けています。ここにあります石はマグロの肌の中に真っ白い一条の筋がございます。憲法の中、深山渓谷の中からまさに水しぶきを上げて降りてくる滝の姿を見立てています。水石界ではこれを滝石と言います。はっきりとした姿を持つ石として愛好家が皆さん好むものですが、水盤飾り、台座飾り、さまざまに楽しむことができます。岩山の中から浮かぶ滝の姿、誰が見ても胸のすくものがあります。さて山形、遠山、そして滝石、馴染み深い石の形のジャンルとしては葛谷石というものがあります。葛谷って何ってお思いでしょうけど、まるでいおり、つまり茶人がひそやかに住む家やさまざまな家姿が自然界の中にあります。なぜ家の形が水石としていいのって思われるでしょうけど、水石の一つの文化の基本の中に文人趣味というものがあります。世の中のすべての権威を捨てて山里や山の中に隠棲して静かにお茶を飲み自然の音や景色を聞いて暮らす。南画の中にもたくさん登場するそのような景色の中にこのようなささやかでひそやかで質素ないおりがあります。その屋根姿を模した石の形を葛谷石と称しています。この石は佐渡の赤玉石という珍しい葛谷石ですが、屋根の姿がいかにもひなびた家を、しかも赤さがある屋根が晩秋の塵もみじを受けた屋根姿を感じさせてくれます。同じように美術館で飾られた石の中にはこのようにまさに右岩、つまり湖や湖畔のそばに月見をするような建物、それを葛谷石として見立てたものもあります。葛谷石はどちらかといえば山や滝とは違い、人がそこへ感じられるような石ですが、だからこそ使い方一つで盆栽とも取り合わされたりする楽しい道具としても重宝するものです。この石は琵琶湖そばにある瀬田川というところの石です。
スーッと細長い石が立っています。皆さんはどのようにご覧になるでしょうか。仏性という言葉があります。これを観音や羅漢や何かそういう慈悲深いものに見立てる、そのような思いを込めて楽しんだのではないでしょうか。このような立ち石の姿で観音姿と言われるものが数多く水石界には存在しています。そして同じようにさまざまな図録などに姿石は登場しています。ご覧ください。この石は誰が見ても鳥のように見えます。水石界でも有名なミミズクという名のついた石ですが、枝の部分は下からずっと伸びた木製の台座の上にちょんと乗っています。まさにヒスズメほどの大きさの石ですが、その姿をよく表しています。もしこれが河原にこの台がなくて横たわっている時は、誰がこの姿を見立てたでしょう。これを見つけ出し、この見立てをして台を作った人、その人の美意識がここまで導いたのではないでしょうか。人それぞれにその一つの石を見て、何の形、何の姿、何の景色に見立てたか、それはその人が歩んできた人生や自然観や美に対する心がその石に何かを思い浮かばせるんだと思います。姿石は特にその人の思いが現れます。一つだけ気をつけるのは、姿石はあまりにもそれがリアルだと造形的なものになってしまうので、ああ言われればそう見えるなという程度が一番良いと昔から言われています。最後にもう一つ、葛谷石も姿石の一つとも言えます。その葛谷石の名品をご覧に入れましょう。この石は京都貴船石の一つ、紫貴船の葛谷石です。ご覧ください。屋根の姿の中に淡い深い落ち着いた緑、紫、さまざまな色が散りばめているように見られます。これを五色の貴船と言います。長くは吉村興風園初代永治王、そこから戦後の巨人と言われた片山一雄先生が50年以上お持ちになっていました。ぼうようとした姿、そのぼうようとした形の中にこそ姿石の素晴らしさはあると、この石をもって片山一雄先生は長くお持ちだったそうです。先生がこの石に与えた名は名山家、山の家という名をご自身でつけています。葛谷石のどことなく葛谷であればということを物語る水石界の一つの道しるべのような石です。水石のもう一つのジャンルに文様石というものがあります。文様、つまり石の上にいろいろな模様が浮かび出るもののことを言います。現代のこの水石界では特に菊花石という菊の花の石と言われるものを大変尊重しています。ご覧ください。この石はまるで花火のように細い線の花々が石の全面に咲き乱れています。菊の花が咲くその姿、この石は群馬県の下仁田地方で採れるもので、下仁田菊花と言われます。同じくこの菊花石の中には、その最高峰の質として岐阜県根尾谷付近で採れる根尾菊花というものがあります。その根尾菊花を代表する名品が先日の日本の水石展東京都美術館にも飾られました羽衣、あまりにも有名な石で、まさに能衣装を思わせる菊の絢爛な散りばめた衣装姿の
姿石とも言えます。西園寺公が長く持ち、名工日々の一貫斎が台を作りというさまざまなエピソードを抱えている屈指の名石ですね。他にも朱花菊花と言われる赤い花の菊が咲き乱れる姿、これもなかなかないものです。とても古い石です。そして菊花石の中にもさまざまなものがあり、この写真で見る石は天然のサバ菊という川でさらされて菊の部分が自然に浮き出た錆びがれた姿です。水盤石として飾る珍しいものですが、渓流沿いの岩陰に咲くそそとした野菊の姿を表しています。派手に見える菊花石の中にもこのようにそそとするもの、あでやかなもの、そして渋みのあるもの、さまざまなものがあります。もちろんこの菊花石のほかに梅花石、牡丹石などいろいろなものがあるのが文様石の世界です。水石の趣味家の方のみならず、私たちのように盆栽にも携わる者が親しみのある水石とはと言われると、山形石などのほかにはこのたまり石というものがふっと浮かびます。水盤を使い整えた砂を張り、その上にその石を置き、水打ちによって石の動きの中に水がたまります。渓流石、そして湖、そして大きな水の景色、さまざまなものを連想できますが、水盤との取り合わせなど夏の水石飾りとしてはまずその代名詞といえるところがあります。盆栽のもみじや楓など夏をすっと涼しげにするものとの石の取り合わせにもよく使われるものです。今回用意したこの石は一葉の水盤という日本三大名器という水盤で合わせてみました。夏はこのような涼やかなものも一興です。さて、各石の形の基本的なものをお伝えしましたが、もう一つというよりも二つ、水石には区分するものがございます。一つが台座石、つまり台を掘って作ってその上に飾る石。それともう一つがこのように水盤に乗せる石がございます。ここに飾っている石は八海山の島形石です。よく島形と遠山石の違いは何ですかと言われますが、とても微妙です。水盤に乗せて遠くにある島々を思わせるように飾れば島形石にもなります。台座に乗せて月を置いて山影を見せれば遠山石にもなります。ただこの石のように島形石らしいものというものもあります。切り絵を多く持ち、まるで海原に削り取られたような姿がこの砂の上に浮かんでいると、いかにも周りが海原のようにも見えます。どちらかといえば島形石として見せたい時の飾り、山形石として見せたい時のしつらえ、水盤や砂の使い方一つで変わる部分もあることをご承知ください。今回使っている水盤は銅水盤で日本最高峰と言われる原田法雲先生が昭和15年頃、前世紀の頃に作られた稚児流地紋の鋳込み銅板です。格調の高さを水盤飾りで表す時の手本のようなものかと思います。そしてこの八海山の法雲水盤との取り合わせと違い、またもう一つこのように二山の島々が海原に浮かぶような姿、もちろんこれを山影と見ることもできますが、使われている水盤一葉の名品が瑠璃釉という紺碧の色を表しているので島形と見るべきでしょう。このような魔調子、水盤の左右が空いているこの飾り、どの位置に据えてみようかという
楽しみも腕と楽しみの中にあると思います。この石も琵琶湖ほとりの瀬田川の石で、瀬田川梨地石と言います。石肌全面に散りばめたような粒、まるで蒔絵の中に出てくる石肌を思わせます。もちろん川の中で何千年何万年と水の力でこの肌が出ました。不思議なことにこの梨地石というのはちょんと描くと内側には梨地は現れません。天然ならではのものですが、さて皆さんこの石をどう見るでしょう。細長い丸みのある石が立っている。何だろうと見るでしょうが、このようなジャンルを現代は抽象石、心象石というふうに禅味があるとか哲学的とかとも言われますが、石の中に問いただすようなものを感じる石とされます。穏やかで、それでいて意外に奥深い厳しいものも潜んでいる楽しいものです。同じ心象石、抽象石でも先ほどの瀬田川の梨地のようにふわっとした丸みの中にものを見立てるものとは違って、この石のように際立つ石の姿を捉えるものがあります。京都北部丹波地方に取れる丹波紫雲石、紫雲、紫の雲と書きます。山の中から掘り出される石ですが、石の芯と言われる部分です。これだけの薄い層の姿を持ちながら、この石はあくまでも天然のものです。人の手は加わっていません。東洋的な美も感じると言われる紫雲石ですが、数が少なく、このような芸豊かなものも少ないものですが、これもある意味自然を超越した抽象の世界と言えます。さて、各ジャンルをご紹介しましたが、この水石の起源に近いものの中に先ほどもご紹介した古谷石があります。500年の歴史を持つ紀州古谷石は長い間文化人の中で楽しまれてきました。これもその一つで、山形とかたまりとかそういう概念の中には当てはまらないかもしれません。それでもこの古さから言って優に300年は人の愛玩を受けてきていると思われます。まさに古石中の古石、石肌がすでに銅や鉄のように感じられます。盆石というとどうしても小堀遠州を代表するような穏やかな山々をご紹介したようなものを思わせてしまいますが、長い歴史の中にさまざまな人たちの見立てにはこのような中身をまた別の角度から見る石も多くあったわけです。こういう古石が美術館や旧家またはそれなりの屋敷には今も数多く眠り続けているものと思われます。最後にご紹介するのは、この石のように台座でしっかりとしたしつらいをして、その上に浮かぶ山景色、八瀬のすだちマグロという大変質の良い古石です。主峰、副峰、その間のほら洞窟ですね。そこから水たまり、前の裾景色、まさに絵に描いたような山々の雄大な姿を描き出している石、もちろん天然が作り上げた造形美です。このように台座で見る姿、水盤で見る姿、大きく大別して2種類がありますが、山に始まる、山で終わる。私のこの拙いこの解説もこの山で締めくくりたいと思います。今日のこの水石に対するご紹介、いかがだったでしょうか。まだまだその入り口だけしかお話していませんが、
楽しかったな、よかったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。